こんにちは。築地レポートとか地域別データとか気づくと Excel ファイルすごい数になってたりしません？ありますね。それを一つにまとめるのにひたすらコピー&ペースト。もううんざりだみたいな。わかります。今回はですね、あなたが注目しているロック204チャンネルの YouTube 動画、まさにその悩みを解決してくれる内容なんですよ。そうなんです。複数の Excel シートのデータをGoogle コラボラトリーと Python でしたっけ？そうです。それを使って効率よく統合する方法ですね。この動画で紹介されています。では早速この動画のポイント一緒に見ていきましょうか。はい。いや本当に多くの方が多分同じような課題抱えてると思うんですよ。ですよね。手作業での統合って時間もかかりますし。そうそう。あと単純なミスもやっぱり起こりがちで。ありますね。コピペミスとか。でこの動画ではそういう手間をプログラムで自動化する方法ですね。それを学校保健統計調査のデータを例にして具体的に示してるんです。学校保健統計調査ですか？なるほど。しかも動画で使ってる Google コラボラトリーっていうのはウェブブラウザー上で Python コードを実行できる無料の環境なので。無料なんですね。だから特別なソフトをインストールする必要がない。これも結構利点かなと。なるほど。環境構築の手間がないのはすごく嬉しいですね。じゃあこの動画では具体的にどうやってデータを読み込んでるんですか？まず動画の解説通りなんですけど Excel ファイルを Google コラボラトリーにアップロードするんですね。はいはい。でそこからがポイントでして OpenPyExcel っていう Python の、ライブラリーを使ってるんです。ライブラリ？なんていうか特定の目的のための便利な道具箱みたいなものです。ほう。この OpenPyExcel っていうのが Excel ファイルの特定のセル、例えば動画の中だと A3 セルとかそういう決まった場所にある情報をピンポイントで読み取るのが得意なんですよ。へー。シート名だけじゃなくてシートの中の例えば男とか女とか全国大都市みたいなそういう特定の見出しを直接読み取れる、これが結構強みですね。へー。シートの決まったセルから情報を引っ張ってこれるんですね。それってデータが完全に整ってなくてもある程度の規則性があれば対応できそうですね。そうなんです。そこがいいところで読み取った後はどうするかというと、その読み取った情報、例えばですけど男っていう文字が含まれていたら性別っていう新しい列を作ってそこに男と記録するみたいな。なるほど。そういう処理を行うんですね。これは Python の条件分岐、つまりもし大文字なら小文字するっていうロジック、if、elif、else 文ですね。はい、if 文。これを使って実現しています。動画のコードを見ると地域なんかも同じように判定して分類してましたね。ふむ。でこれをループ処理。ループ。そうです。繰り返し実行する仕組みで全部のシートに対して同じことを行うわけです。なるほど。条件に合わせてデータを分類してそれを全シート分ぐるぐる繰り返すと、そういうことですね。まさにそういうことです。でシートごとに処理してちょっとずつ出来上がったデータを最終的にガチャンと一つにまとめる。そのために登場するのが Pandas。これもまた非常に強力なデータ分析用のライブラリーですね。Pandas、聞きますね。この Pandas を使ってそれまでバラバラだった各シートのデータを一つの整然とした大きな表、いわゆるデータフレームって呼ばれる形式に統合するんです。データフレーム。このデータフレームっていう形が後の分析をすごくやりやすくしてくれるんですね。なるほど。で最後にこの統合したデータフレームを新しい Excel ファイルとして出力すると、動画ではそうなっていましたね。動画の後半で Power BI を使ってグラフとか作ってましたよね。あれがすごく印象的でした。そうでしたね。こうやって統合してきれいにしたデータがあれば、例えば年齢とか地域とかで絞り込んだグラフを作るのももうずっと簡単になる、そういうことですよね。まさにその通りです。一時個々のファイルを開いてコピペするみたいな手間がもうなくなるわけですから。統合された一つのデータソースからすぐに分析とか可視化に移れ、これが大きい。いやー便利ですね。だからこの動画の革新っていうのは単にシートをくっつけるテクニックっていうだけじゃなくてですね、散在しててちょっと不揃いな情報でもプログラムの力でちゃんと読み取って処理して分析しやすい形に整える、このデータ活用の基本的だけど強力なアプローチ、これを示している点にあると思うんです。なるほどな。ただくっつけるんじゃなくて処理しながら整えると。そうなんです。もちろん Excel の機能、例えばパワークエリーとかでも似たようなことができますけどね。パワークエリー。
ただこの動画みたいに特定のセルから情報を読み取って結構複雑な条件で処理するみたいな、そういうカスタムなロジックはやっぱり Python の方が柔軟に対応できるかなと思いますね。確かにそういう細かい処理は Python の得意分野な感じしますね。いやー、日々たくさんの Excel シートと格闘している方にとってはこの動画で紹介されている方法を試してみる価値すごくありそうです。あると思います。特に毎月やってる集計作業とか定型的なものが多い場合には大きな時間短縮とあと精度の向上にもつながる可能性がありますから。一度コードを作っちゃえばあとは実行するだけですもんね。そうなんです。そこが自動化のいいところですね。さて最後にあなたに一つ問いかけです。この動画で見た Excel シートの結合集計のようにあなたが日々行っている作業の中でこれもプログラムで自動化できるかもって思えるような定型的なタスク、他に何か思いつくものありますか？ちょっと立ち止まってご自身の業務を振り返ってみるのも面白いかもしれませんね。